作りたいのがその効果的に意思決定できるような仕組みなんだとすると、なんか理想を言うとシステムとして動くってことだと思うんですよ。つまり特定個人に属人化するっていうのは長期では外した方がいいと思うんですよね。この前実は台湾行ってきて、台湾のデジタルその議論プラットフォームみたいなものって日本より先行しててすごいうまくいってる感じがしたので、いろいろ見に行ってきたんですけど、気づいたのは割と属人的なスタープレイヤーが、しかも数人くらいなんですね。スタープレイヤーがそれを支えてるっていう事実もまた明らかになってきたなと思ってて、ちょっと最近ですね、そういったスタープレイヤーがポロポロ抜けることによってあんまりこの 1,2 年くらいうまくいってないなっていう感じにもなってるんですよ、台湾って。っていうのを見ると、ずっと特定の個人が支え続ける構造をいかにシステムで、サステナブルなものにしていくか。今ちなみにチームって何人ぐらいで形成されてるんですか？すごくですね曖昧な概念ですよねどこまでがチームでどこまでがチームじゃないかって、絶妙なところなので、何とも言いづらいですが、今いろいろ一緒にやってるのが20名弱くらいですね。選挙でったのは賞味1ヶ月でとおっしゃってましたけど、その1ヶ月ぐらいの時にみんなにお声をかけたわけですよね。はい。ほんで、いきなり集まったって、それはそんな集まってくれないと思うんですよ。なんかどんな風に声かけたんですか？いやもう助けてくれって言ったら、本当助けていただいてこういうことやりたいと、都知事選に出ることでこういうことを訴えたい、でそれによってこういう効果を期待していて、であなたにはこういうところで力貸してほしい、頼むっていう頼むって言って無理やり手伝ってもらいました。でもそれをやるような人だっていうのは、突然わけのわからないことを言うっていうのは、みんなちょっと思ってたってことですか？そうなんだと思いますね。あんまり驚かれなかったですね。で、それ形成されて、そう1ヶ月で何か、そういろんなリサーチから、毎日一つ聞かないといけないから。そうですね。バージョン1が90ページくらいで、選挙期間中に80回くらいバージョンアップして、最終版が130ページくらい。それって当時は内容オンラインとかでミーティングして形にしていくみたいな作業ですか？それともなんか集まってるのしてたんですか？ほとんどオンラインですね。で、一応上がってきて、文章はあれは AI で書くんですか？どういう？ほとんど AI は使ってなかったですね。マニフェスト作りっていう意味で言うと、僕が大枠の70ページくらいの中身が何にもないけどこういう感じなんじゃないかっていう仮説の何でしょう、空のものを作って骨格を作って、でそれをインタビュー含めて、いやこの仮説実はこう違ってたねとか、中身を詰め込んでいって最後整えるっていう、そういう作業ですね。そのお願いした人たちは、例えばかつてスタートアップとかを一緒にやったりするとか、あるいは的受けの人とかいろいろいた方、だいたいそんな感じですか？お友達ですか？そうですね。特に私新卒がコンサルティング会社だったっていうことがあって、でそこにおられた方たちって割とこういった政策立案とか調査みたいなことを得意としている方多いんで、そういう方々にすごいお世話になりました。人が手伝ってくれると、俺ちゃんとやんなきゃっていう現象起きるじゃないですか。起きます。結局個人では戦ってないって結構大きいなと思ってて、はい。個人だとやれることだいぶ限られてる。本当にそうですね。それがその人たちがいるってことが今挑戦できてる現実でもあるって感じですか？いやまさにそうですね。一人でできることなんて大したことないんで、本当に、僕のやってる作業なんて大したことないですね。チームで出してる成果なんていう感じです。チームで何かやるっていうこと自体はそのスタートアップの時からずっとやってきたかなとは思ってまして、でそれがその営利企業の中のマネジメントなのか、その BCG みたいなプロファームの中でのマネジメントなのか、大企業のマネジメントなのか、はたまた NPO なのか、はたまた政治団体なのか、はたまた漫才なのかみたいなので、全然こうマネジメントスタイルのあるべき姿って変わるんですよね。変わるし、同じ例えば政治団体みたいなものであっても戦時なのか平時なのかで全然動き方変わるわけじゃないですか。のであるやり方にすごい
最適化しちゃうとそれはそれで良くないと思っててですね、で多分都知事のあるべきマネジメントスタイルってまた全然違うと思うんですよね。それこそその違うスポーツやってるくらい違うと思うんで、まあその環境ごとにいかに適応するかっていうことの方が大事なのかなと思いますね。なんかでも一つ大きいのは、その安野さんは、まあ、のっけの名のエンジニアだったってことが、今それなりの有名人になり、はい著名人になるっていう、その大変さっていうはいか、覚悟というか、そういうのも今後政治家で国を動かすとかってなったら必要になるじゃないですか。はい。それ、大変ですか？どうですか？どうなんでしょうね。確かになんかこの前街歩いてたらなんかAI だって言われてAI ではないなと思いつつですねびっくりした記憶がありますけど、まあ大変な部分ありつつ、まあ良し悪しですね。知っていただいていることで、例えばこの人にアポ取りたいなといろいろちょっとヒアリングさせてほしいっていう時にものすごいそれがやりやすくなったとかもあると。でそもそも知っていただいてるんで、まあなんかその1年前の「いや実は僕 SF 作家とかもやっていてこういうネタでこういう取材してるんですけど」って言ってアポ取るのと比べるとはるかにやりやすくなったので、そこはいいとこですよね。でもなんかその人気が票につながるじゃないですか、政治ある上、はい残念ながら人気取りな要素もどうしても必要だし、もちろんそうですね。バンドのボーカルをやってるみたいな意味なら出てくるなと思って、神田さんのチームとして背中にいっぱいいただいて、重みっていかがです？私が思っているのはなんか理想を言うとシステムとして動くってことだと思うんですよ。つまり特定個人に属人化するっていうのは長期では外した方がいいと思うんですよね。でこの前実は台湾行ってきて、台湾のデジタルその議論プラットフォームみたいなものって日本より先行しててすごいうまくいってる感じがしたのでいろいろ見に行ってきたんですけど、気づいたのは割と属人的なスタープレイヤーが、しかも数人くらいのですねスタープレイヤーがそれを支えてるっていう事実もまた明らかになってきたなと思ってて、でちょっと最近ですねそういったスタープレイヤーがポロポロ抜けることによってあんまりこの 1,2 年くらいうまくいってないなっていう感じにもなってるんですよ台湾って。っていうのを見るとずっと特定の個人が支え続ける構造をいかにシステムでサステナブルなものにしていくか負荷を分散していくかっていうのはどっかの段階で考えた方がいいと思います。要するに EA3 でなって機能しないってなったら他の自治体でうまくいかなかったりいろんなことをおっしゃる通りおっしゃる通りで、その作りたいのがその効果的に意思決定できるような仕組みなんだとすると、一番最初はねそれ言うても創業者しか売れないプロダクトとかスタートアップでもあるんで一番最初の初期はいいんですけど、徐々にその状態は出していかないといけないと思います。そうか、そうするとさんは後継者も育てなくちゃいけないって現実あるわけですね。そうですね。まあ後継っていうと、後継をできるほどのものがまずあるのかっていうところからなんですけどね。まずシステムがしっかりすれば誰がやっても同じっていうことにもなるのかっていう状況までいくと理想だとは思いますね。そっか、でも技術である以上それは不可能ではないはずですもんね。だと思います。そこを目指すべきだなと。だから今一瞬僕の名前とか知っていただいている方多いと思いますけど、将来的には僕の名前も別にどうでもよいなと。ただ当たり前にこういうメカニズムとかこういうシステム当たり前になったねっていうのが理想ですね。思うのはこういったテクノロジーの活用しようって別に既存のイデオロギーの左だろうが右だろうが両方に資することだと思うんですよ。のである意味そこの部分をアップデートするっていうのはそことちょっと立ち位置が違う私だとやりやすいのかなとは思います。でも時々イデオロギー要求されたりした時はどういう感じで対応されてるんでしたっけ？別になんか普通に思ったことは言うっていうのでそんなに困ったことはないですけどね。その言ったことで相手が納得してくれるかどうかは全く別問題ですけどね。例えばオードリーさんがこの5月に出す本で「プルーラリティ」って本があるんですけど、日本語で言うと多元性みたいな話なんですよね。でこの多元性っていう単語は結構面白いなと思ってて多次元なんですよね。要するにその政治思想の空間があった時に右か左かだけで全てが決まるのではなくて例えば
あれなのか分かんないですけど、前があって後ろがあるのかとか、上があって下があるのかとかですね、そういういろんな次元がないと表現できない空間を考えた方がより多元的な世界だよねっていう、そういうふうに思っててですね、そういう意味で言うとアメリカの政治状況とかっていろんな多様性がありつつですね、結局右か左かだけなわけですよね。なんだけど日本はもうちょっと多元的ないろんな尺度で切れる気がしていて、でその多元的なその価値観がある中でいろんな政治家が群雄割拠しており、それでも効果的に意思決定できるっていう、そういうのが理想だとは思います。そうか、やっぱテクノロジーって使われてないなってことが結構大きいんですかね。使われてないのもそうだし、そのなんかインパクトにあまりにこう過小評価されてると思いますね。結局この30年の経済成長ってアンビリーバブル、お部屋探しはエイブル、エイブル、お部屋探しはエイブルがワンダフル、エイブル。結局この30年の経済成長ってインターネット産業が圧倒的に支えていたというか、アメリカの S&P500 も上の方のテックジャイアント抜いたら大体日経平均とパフォーマンス同じなわけですよね。そういう意味で日本とアメリカの違いって端的にテクノロジーにベットできてたかどうかだけだと思ってて、だけだっていうと言い過ぎなんですけど、雑に言うとそうだと思ってて、それくらいのインパクトがあるんだよっていうふうに思います。その活用として政治で示したらインパクトめっちゃでかいですもんね。ですし、その政治としてもやっぱテクノロジー大事だっていうメッセージ出るといろんなセクターの人がいろいろ変わっていくので、そこはね意味があると思いますね。エイブルに来る人っていい顔してるよな。新生活を始める人だからね。俺たちもいい顔で出迎えなきゃな。ああ、はい。お部屋探しはエイブルに来てみる？エイブル。